私はこちら今 VSIP3 の予定地に来ております。今年2022年の3月にニュースの方でも紹介されておりました。今回こちらの方に来ております。ビンズの中でも、VSIP1、2とあったり、他にも工業団地ミニフックだとか、いろいろあるんですけども、ちょっと離れたところにあるような印象はあります。ナムタウン園という工業団地の裏側ですね。また地図の方でも紹介したいと思います。はい。今回は VSIP の3に行ってまいりましたので、ニュースの材料をもとに紹介してまいりたいと思います。それでは、1A のニュースでも知られていますように、VSIP3 工業団地が起工式を行い、建設を開始しました。VSIP の入居企業というのは、ヤクルトさん、ロートさん、パナソニックさん、日清食品さん、キューピーさんなど、たくさんの日系企業も入居している工業団地になります。2021年は世界的にもベトナム国内においても COVID-19 の影響により多大な混乱をもたらした1年でありました。その中で私個人的でも外出ができない期間、いわゆるロックダウンがあったため、特定の顧客訪問以外で、今回のようなフリーでビンズン省へ足を運ぶというのが1年分という現地訪問になります。工業団地の、内部については、公式ホームページなどで紹介されていると思いますので、そちらの方をご参考ください。今回の動画は周辺の様子として、DT746 という道から DT747 の、周囲の様子、貧民市場を通過して、ミフック工業団地、ミフック3工業団地の方に抜けるガーバーコン山というところを背景に案内してまいります。ちなみに、10年以上前なんですけども、VSIP2 の時もそうなんですが、近隣住民に何度も道を聞いても、皆さん知らないというのが定番だったんですね。今回も周辺でバイクタクシー、ガソリンスタンド、宝くじ売りなどに聞き込みをしながら現地へ向かってみました。一応補足ですが、普段の営業では運転手付きのドライバーに連れてってもらってます。GPS も今ありますし、スマートフォンでも、見てわかります。そういったことではなくて、その周辺の方、どういうふうになってるのかっていうのを見たいので、ちょっと、私の場合、遠回りを、覚悟で、聞き込みをしながら行くというやり方をしています。バイクタクシーの場合はもう知らないということで、ガソリンスタンドの方では、あっちじゃないの、こっちじゃないのという、お兄さんたち2人で話し合ってました。宝くじ屋の方は即答で、こっちだっていうのを言ってもらったんで、その通り言って、最終的には合ってましたね。宝くじはその場で買って、若者に配ったりしましたけど、2枚だけ、100円ですね。1枚50円ですね。彼らの地元なのにどうして周辺地理を知らないのかいつも不思議には思ってるんですが、ビンズン省の場合、この工業団地が集中するエリアというのは最近道路が整備されてきており、他から移住している人が多いようなんですね。もともとはこの辺り一帯は、フランス植民地時代からゴム農園で広大な土地に植林がされていたと聞いております。そのため、もともと道がない森林地域のような場所だったので、地元住民というのはほとんどいないようなんですね。ミシュラン対ビンズン、フランス対ビンズンみたいな、そういう歴史があったのかなと。フランス植民地で、ゴム農園を強制的に、労働させたんでしょうね。その時の、遺跡というか、文化遺産というのも、ビンズン省の方には残っているそうです。ホームページの方ご参考ください。そういえば、ビンズン省の新都市に、東急が式典を行った時も、現地はほぼ何もなかったところに、住宅棟だけがあったということがありましたね。今の、勝さんという蕎麦屋さんのところなんですけども、そこの辺りは、今と変わらず建物あったんですね。でも当時は人が住んでるような様子はなかったです。かなり時間をかけて着実に町や産業地域を形成しているんですね、ということです。実は、行きの撮影が失敗してしまったので、
ここは V-SHIP です、V-SHIP3 ですっていうのをやりたかったんですけど、ちょっと、そこの部分が切れて、うまいことできてるんですね。オール一人ロケなので、このような失敗は多いんですね。皆さんの視察に役立つ情報を頑張って作ってます。YouTube は視聴無料ですので、ぜひ応援してください。いいねと登録ボタンを押していただければ、励みになります。ニュースのトゥリチェによりますと、再生可能エネルギーを使用する工業団地は、多くの投資家の注目を集めており、開始と同時に最大10億ドルの大規模プロジェクトがありました。3月19日、2022年3月19日、ファン・ミンチン首相とビンズン省の多くの省庁の指導者が、ベトナム・シンガポール工業団地 VSIP3 の建設の起工式を行い、建設を開始しました。VSIP3 工業団地は、タンユエン町とホインギア区とビンズン県のバクタンユエン県のタンラップに1000ヘクタールの規模があります。これはビンズンで VSIP1、VSIP2 に続き3番目の VSIP 工業団地になります。国内の方においては11個もあるんですね。11番目の VSIP 団地となります。ベトナム・シンガポール工業団地プロジェクトは、政府と両国の企業の間の協力の成功の結果として25年以上前に形成されました。約500ヘクタールの面積を持つ最初の VSIP1 工業団地から今までにゲアン省、クアンガイ省、ハイズン省、バクニン省に VSIP 工業団地があります。総面積は1万ヘクタールになるということです。VSIP 工業団地は30の国と地域から880人の顧客に生産インフラストラクチャーを提供。総投資額は170億米ドルで29万5千人以上の労働者に雇用を創出してきました。約30万人ですね。VSIP3 工業団地はホーチミン市の環状道路4に位置しており、ミーフックから単板道路に接続されるため、南部の主要経済地域の港や空港に接続するのにとても便利です。これはエネルギー、水、廃棄物の使用、交通管理、セキュリティの観点から新しい動機設計を備えたグリーンで持続可能な開発を目指した工業団地です。50ヘクタールのソーラーファームは工業団地の大規模な工場にオンサイト電力を供給し、環境保護に貢献します。起工式の直後、当局は多くの投資家に投資証明書を授与しました。44ヘクタールの面積で最大10億ドルのレゴグループ、デンマークの企業ですね。おもちゃのレゴ。そちらのプロジェクトも含んでおります。これは工業団地に再生可能エネルギー源を動力源とする最初のカーボンニュートラル工場を建設することが期待されています。さらに176ヘクタールの総面積を持つ VSIP3 工業団地での生産開発の可能性を探求することに興味を持っている30以上の国内外の企業や投資家があります。工業団地の起工式の後、ファン・ミンチン首相と省庁の指導者がトゥーダオモット市のディンホア公営住宅地区の労働者を訪問し、2万戸以上のアパートの建設を開始しました。投資家のベカメックス ICD コーポレーションは、トアンアン市、トゥーダオモット市、ベンカット市、およびバウバン地区の工業団地に隣接する場所に新しいソーシャルハウスを配備する予定になっております。これまでビンゾン省は総面積が200ヘクタールの86の社会住宅プロジェクトを引き付けていました。その中でベカメックス ICT コーポレーションは最も貢献度の高い投資家であり、6万5000のアパート、6万5000世帯ですかね、アパートのプロジェクトで4万7500のアパートを完成させ、数十万人の労働者のための宿泊施設を作成しております。
ビンズン省人民委員会のリーダーによると、最近 COVID-19 の流行の影響を受けて、特に社会住宅プロジェクトによる宿泊施設に関する従業員の方針は、労働者の世話をし、労働者を引きつけて働き、落ち着かせるために不可欠ですということです。ビンズン賞 VSIP3、今年の最初の大きいニュースだと思いますので、これから日本人の方、世界中の投資家の方も視察に行かれると思います。何か参考になるところがあれば、嬉しいです。それではありがとうございます。VSIP3 からお送りしました。さよなら。物流営業マンが動画で配信、ベトナムのビジネスに関する出張やアテンドで役立つ名所など様々な情報を紹介してまいります。